っしゃいませ。どのようなご用件でしょうか。副学院長に会いたいんだけど。多分今ならお会いできると思います。どうぞ。失礼します。どうしたんだ。副学院長の研究を詳しく教えていただきたくて、それで地下の研究室を見せてほしいんですが。君たちは何を言っているんだ。そんなことできるわけないだろう。バカなことを言ってないでさっさと出て行きたまえ。やっぱりダメだったね。どのようなご用でしょうか。学院長はいらっしゃいますか。いいえ、ただいま席を外しておりますが。なんだか最近いないことが多いな。誰がいないのだ。あ、いた。わしに用事かな。なんじゃと。わしの研究を見たいというのか。ごめんなさい。ダメだったら無理には。いいぞ。え？だからいいと言っておるのじゃ。本当ですか？勉強熱心なのは良いことじゃ。わしは学院長として勉学への探求心を削ぐことはできぬ。よかろう。地下の研究室へ来なさい。わしは一足先に行って鍵を開けておくとしよう。失礼します。おお、来たな。どうじゃ、ここがわしの研究室じゃ。具体的な研究を教えてくれませんか。わしは強大な魔力を持つグローシアについて研究しておる。なぜこの世界で彼らだけが強い魔力を持てるのか。普通の者がグローシア並みの魔力を持つことは可能なのかをな。それで分かったの？グローシアンは元の世界とのチャンネルを無意識に開けるという仮説はあるが、果たして普通の人にそれを開く方法があるのか。ほとんど謎のままと言ってもよい。それじゃダメじゃグローシアンが魔法を使うとき、周囲に微量ながらグロー種を放出する。またグロー種は我々の持つ魔力を増幅することまでは分かったのじゃが、確かサンドラ君が麻酔症の中にもグロー種が含まれていることを突き止めたそうじゃないか。あ、お母さんの研究。ほんの微量のグロー種が混じるだけで水晶の持つ魔力が何倍にもなる。なるほどな。だからあの水晶鉱山で取れる麻酔晶はあんなに貴重だったその通りじゃ。だが取り出されたグロー種の結晶はそれだけでは何の役にも立たんのじゃよ。普通の魔力と混じり合ってこそその力を発揮するのじゃ。それではそのグロー種の結晶があれば普通の人でもグローシアンになれるのでしょうか。そうはいかんのじゃ。麻酔晶に含まれるグロー種とグローシアンの持つグロー種とは全く次元が違うものなのじゃ。簡単に言ってしまえば麻酔晶のグロー種は使い終わった残りカスのようなものでな。水晶の中から出してしまうともう魔力を増幅させることはできるのじゃよ。
グローシアンが魔法を使った時に放出するグローシュも同じじゃ。グローシュって厄介なものなのね。だから父として研究が進まんのじゃ。学院長、そろそろ戻っていただかないと困ります。おお、すまんすまん。さて、こんなところでいいかな。わしもそろそろ部屋に戻らんといかん。大変勉強になりました。ありがとうございます。あ、ではこれからも勉学に励むのじゃよ。怪しいものは何もなかったね。おじさまはいい人だもん。おかしいところなんてないでしょ。そうだね。真面目に研究してるだけみたいだし。あんたはどう思ってるの？本気なのお兄様？俺もこいつに同感だ。あいつは潔白すぎる。それがかえって怪しいぞ。いい人なのに。とにかくもっと調べてみましょう。いらっしゃいませ。どのようなご用件でしょうか？副学院長に会いたいんだけど。多分今ならお会いできると思います。どうぞ。失礼します。どうしたんだ？この際だからはっきり言わせてもらおう。あんたはグローシアン失踪事件の容疑者の一人なんだ。何？容疑者？重要参考人ってところかな。で、その容疑を晴らす手っ取り早い方法ってのがあんたの地下研究所を見せてもらうってことだ。だがあそこには何も。何もないなら見せられるはずだろうが。分かった。見せればいいんだろう。見せれば。そういうこと。ちょっと地下に行ってくる。少しの間留守を頼む。はい。ウォリスさん、ちょっと怖かった。そうか？でもその脅しがあったからやっと地下室が見られるんだもんね。さあ行きましょう。人をせかしておいて遅かったじゃないか。あまり勝手に触るな。呪いを受けるぞ。呪い？変なところはないよ。だから言っただろう。だいたい私を疑うなんてどういう了見だ。とにかく疑いが晴れてよかったじゃねえか。ついでにどのような研究をしているのか教えてもらえますか？そんなことは関係ないだろう。私も魔法を学ぶ者として純粋に興味があります。仕方ないな。私は呪いを研究しているのだ。暗い。そこ黙って。呪いといっても私は人を呪うために研究をしているのではない。
古代の遺跡には様々な罠に混じって呪いを施してあるものも多い。うっかり呪いを発動させてしまうものもいる。そこで私はこの世界の呪いを研究し、系統分けし、その解除方法をまとめているのだ。グローシアンの遺跡の本格調査が最近まで行われなかったのは、これらにかけられた呪いの解除方法が分かっていなかったからだ。何しろグローシアンが使う呪いは桁違いの強さを持っているからな。それじゃあ副学院長がいたから遺跡に入れるようになったってこと？まあそうとも言えるな。見かけによらずすごいのね。ふふ、見直したか？はい、素晴らしいと思います。普通の魔法との大きな違いはその永続性と有効範囲の大きさにある。簡単な言い方をすれば呪いに距離は関係ないのだ。もっとも長く広範囲の呪いをかけようとすればそれだけ長い儀式を必要とするがな。ずっとそんな研究ばっかりして飽きないの？飽きはせんよ。ただもっと多くのグローシアンが呪いを使えるなら研究もはかどるだろうに。とにかくそういうわけだ。大変参考になりました。ありがとうございます。さてこれぐらいにしようか。そろそろ戻らねばならんからね。これで私の容疑も晴れたかな。ここは研究の特性上不用意に人を入れるのは危険なんだ。ここへ入るのはこれっきりにしてくれ。グローシの研究をする学院長と呪いの研究をする副学院長、共通しているのはどちらもグローシアンを必要としている。どっちがグローシアンをさらったのかな？それとも2人とは別の誰か？ねえ、あんたはどう思う？俺もそう思う。私は副学院長の方が怪しいと思うんだけどな。どっちだろう。正直わからないよ。どっちにしろなんだか気に入らね何が？え。俺たちの行動が読まれている気がする。先に手を打たれているような感じがする。こっちの行動が読まれてるってどういうこと？例えばだ、ティピー、お前サンドラ様とここから話ができるだろう。できるよ。つまりこの場にいなくても俺たちの行動を知ることができるってことそれってお母さんが。だ。そうは言ってない。あくまでも例えばの話だ。マスターだったら詳しいことを知ってるかな。ちょっと聞いてみるね。バカやめろ。もし例え話が本当だとしたらみすみす聞かれて警戒されるだけだろ。そっか。あら、お帰りなさい。仕事ははかどっていますか？ちょっと。なんだか大変そうね。サンドラ様、ちょっと話があるんですはい、なんでしょう。が、みんなはここにいてくれ。何話してるのかな。わかんない。おい、サンドラ様が呼んでるぜ。あら？何かしら。おっと、ティピは言っちゃダメだ。なんで？とにかくダメだ。というわけでお前だけ行ってこい。ウォレスから話は聞きました。
どうも先に対処されている様子ですね。確かにホムンクルスを作るほどの実力がある魔法使いなら、ティピの見ている事柄を盗み見ることは可能です。そこであなたにこれを渡します。それはマジックジャマー、ホムンクルスのテレパシーを妨害するアイテムです。これを持っていればティピのテレパシーを傍受されることはなくなるでしょう。逆に私との通話もできなくなってしまいますが、調査を終えるまでなら大丈夫でしょう。事件が一段落したら返しに来なさい。どんな話だったの、お兄ちゃん。ティピ、テレパシーで私に呼びかけてごらんなさい。はい。あれ、できない。そういうことです。どういうことかわからない。つまりティピとサンドラ様とをつなぐテレパシー通話を妨害してもらったんだ。これで俺たちの行動を読まれなくなるんじゃないかってな。それじゃあこれからどうすれば。調査が終わったらマジックジャマを返しに来るだけでいいのですよ。不安だな。そう言ってもピピ、あんまりテレパシー使ってないじゃない。いざという時に使えないってのが不安なの。それになんだか頭がぼーっとするし。そういえば私も。あんたはいつもぼーっとしてるでしょ。あはは、そっか。ってひどいよティピちゃん。でも本当だし。ルイセちゃんまで。とにかくこのマジックジャマを持っている間はこちらから呼び出すこともできません。終わったらすぐに返しに来るのですよ。そういえば一つ気になることがあります。気になること？あなたたち以前水晶鉱山に行きましたね。その時旧坑道の天井はどうでしたか？俺は見てないからな。確かにそうだったよ。やはりそうですか。それがどうしたっていうの？十数年前ゲベルが出現した直後の調査と最近の調査、どちらも調査隊が入った直後に崩落事故が起こっています。まさかサンドラ様。ええ、この2つの事故は人為的なものかもしれません。そしてこの両方の調査に参加しているのはただ一人。その通りです。やはりそうか。おじさまが。そんな。あの水晶鉱山がグローシアンとゲベルとの戦いの結果できたものだとしたら。学院長はグローシアンの研究をしているし、可能性はあるということです。どの目的地を選んで。